everybody, it's David. I'm here with 三次郎農園の渡辺亮介です。 and Takao's behind the camera. はーい。渡辺さんはこの仕事は長いですか？ 10年経ちました。はい。この仕事は何ですか？農業ですね。どんな農業ですか？桃を作ってます。どんな桃を作ってますか？いろんな品種作ってるんですけど、全部で15品種ぐらい。今多分背景として見られる品種は何ですか？これは、青空娘っていう白桃です。可愛い名前ですね。はい。三条の、桃の特徴は何ですか？三条市、はい市で、桃っていうと、この大島地区だけですからね、はい作ってる。そうなんですか？小島？ところの特徴は何ですか？特徴は、信濃川と中野口川って2つの川にここ挟まれてるんで、そういう川が近いっていうので、すごくミネラル分が多い、土、果物を作るのに適した場所になってます。なるほど、栄養がいいというわけですね。栄養がいいとおっしゃいましたが、こちらの、例えば三条市小島の桃と他の県とかの桃と比べたら、こちらの特徴は何ですか？他の県と違うのは収穫時期がまず違います。例えば同じ品種でも3週間ぐらい違ったり、そういうのがある。あとは気候がやっぱりそれぞれの県で変わってくるので、味も若干同じ品種でも違うと。であればこちらの旬はいつですか？旬は、例えばこの桃ですとちょうど今が旬ですね。8月下旬が今ちょうど収穫適期。桃を食べるときはどうやって食べてますか？基本的にはやっぱり包丁で皮を剥いてから。剥いてから？剥いてから食べますね。それの方が美味しいですか？やっぱり皮が気にならずにペロンと食べれるっていうか。でも本当は皮が一番栄養があるんで、皮ごと食べるのが一番美味しいんですよ。私は剥いたことないんです。いつもそのままで洗ってそのままで食べてるんですけど、皮と実の間が一番甘くて美味しいんで、だから皮ごと食べるのが一番美味しいかもしれない。桃はそのままで食べるのがもちろんなんですけど、他の美味しい桃の商品とかはありますか？カットしてヨーグルトと一緒に食べるとか、あとフルーツサンドにするとか、生クリームをパンで挟んで食べるとか、あとうちのお客さんで冷製パスタ、冷製パスタ、パスタと合わせるとか。冷麺は？冷麺、美味しいかもしれない。かもしれない。なるほど、まだそこまでじゃないんです。この紙袋なんですが、なぜ使ってるんですか？これは6月に袋をかけて、ずっと日に当たってないんで真っ白い桃なんですよね。それをこの下の白いマットで太陽の光を反射させて色をつける。なるほど。そういう意味がある。あとは収穫するときにずっと雨だと腐れとかが出てしまうので、傘の意味、それもあります。渡辺さん、収穫の仕方を教えていただけませんか？片手で簡単に下に引っ張れば、下にずっと引っ張って。おお、美味しそうですね。見て。このままで食べていいですか？全然大丈夫です。どうぞ。いただきます。甘い。美味しい。ちょっと固めだと思いますけどね。2、3日ぐらい置くと柔らかくなって、もっと美味しくなると思います。桃って、この辺が一番甘いんですよ。この辺ですね。この辺。そうそうそう。自然な甘みがありますよ。そして私全然剥けないから、これ本来の食べ方なので、今すごく幸せです。僕から質問いいですか？まず三次郎農園さんって大体どのくらいの広さの果樹園をお持ちなんですか？大体約 1.5 ヘクタールぐらい。作業ってお一人でされてるんですか？基本的に僕と、父親とあと女性の従業員さんが1人いるんで3人でやってます。結構やっぱ大変なところって何ですかね？春の作業から一つ一つ手作業なので、機械でする作業がかなり少ない。果物はあと収穫も一個一個手作業で収穫ですし、箱詰め選別も全部手作業なんで、その辺が大変ですかね。1年かけて、こうやって育てたものなんで、自分のその思い通りな、大きくて美味しい桃が作れた時と、あとはそれをこうやってね食べてもらってね笑顔になってもらうのが一番嬉しいですよね。ありがとうございます。でこれはちょっと関係ない質問なんですけど、渡辺さんは桃太郎が好きですか？桃太郎、アイスの桃太郎ですか？いや、物語の桃太郎。ちっちゃい時読んでましたよ。なるほどね。好きですよ。今日はありがとうございました。ありがとうございます。